はい、皆さんこんにちは。わっこチャンネルの山本わっこです。今日は岡山県の魅力についてお話ししていきたいと思います。岡山県と聞いて皆さんはどんな人物だったり、どんなものをイメージしますか？私は、吉備の真備っていう人物を一番最初に思い浮かべます。吉備の真備という人物は、奈良時代の学者であり、豪族だった人物なんですね。吉備の真備の、吉備に関してなんですが、もともと岡山県って吉備っていう地名だったんですけれども、その、関連で、きびだんごのきびだったりするわけなんですよね。吉備の真備は豪族なんですけれども、私、全国の豪族の歴史を巡るのがすごく大好きで、備前も、含めなんですけど、飛騨とか、飛鳥とか、出雲とか巡るのすごく大好きです。古墳とかも巡るの好きです。岡山県の魅力の一つとして、倉敷美観地区っていうところがあるんですね。で、そこはすごく、風景が美しくて、柳が植えられてたりとか、あと川が流れてたりとか、おしゃれなカフェもあったりですとか、あとは、地酒専門店があったりですとか、すごく綺麗な風景なんですけれども、その、倉敷美観地区の中に、大原美術館っていう有名な美術館があって、そこの美術館の中に、エル・グレコの受胎告知っていう、学校の教科書にも載ってるような、それぐらい有名な絵画が大原美術館に展示されていて、すごく見応え満載です。岡山県ってすごく歴史が古くって、吉備津神社とか吉備津彦神社とかがもうすごく有名です。岡山県は刀剣もすごく有名なんですね。日本において刀剣が、制作されていた5カ所の地域を五カ殿って言うんですけれども、そのうちの一つが岡山県で備前殿っていう風に呼ばれてたんですね。で、なんで、岡山県で刀剣を制作する文化が育まれていったかっていうと、良質な砂鉄が取れたからっていう風に言われてるんですね。で、皆さんが、岡山県のイメージとして、真っ先に思い浮かぶのは、多分桃太郎伝説なんじゃないかなって思うんですけれども、桃太郎伝説に深い関わりのある人物で、浦っていう人物がいるんですね。で、その浦っていう人物は、書物によって書かれ方が全く変わっていて、地元のヒーローっていう、表現の仕方もあるし、悪者っていう風に書かれたりもするんですね。で、岡山県に、木之城っていうお城があるんですけれども、一応書物によると、木之城っていうのは、大和朝廷の山城という風には書かれてるんですけれども、一説によると、浦一族の、拠点だったっていう風にも言われてます。もともと、岡山の地域は、製鉄技術を持っていた浦一族が、交流してたんですけれども、大和朝廷に敗北してしまったんですね。で、敗北してしまったからこそ、悪者っていう風に言われてしまうんですけれども、でも、地元のヒーローっていう風にも言われてたりはします。浦一族って、炭鉄技術が盛んで、だから、鉄を作ることができたから、農業の農具も作ることができて、それでご飯もたくさん食べれるようになったんですね。はい。だけど、大和朝廷に敗北してしまって、で、大和朝廷の視点から、浦は悪者っていう風に言われるようになったんですね。でも、浦っていう地酒が実は岡山県にあって、地元では結構愛されてるキャラクターではあるんですね。そういう風に、もともとは地元のヒーローだったけれども、もっと大きな宗教とか、あと政治勢力が、交流してきたら、敗北してしまって悪者になってしまったっていう事例は世界中に
あるんですね。それはもう岡山だけの話ではないんですね。で、最後にですね、岡山県で有名な焼き物についてお話ししていきたいと思います。岡山県で有名な焼き物といえば備前焼なんですけれども、岡山の地域って全国に6カ所ある古い窯のある地域のうちの一つが岡山県で六甲窯っていうんですね。で、備前焼の特徴としては釉薬っていう上薬をかけないで焼き締めっていう方法で焼かれることと、あとは窯変って言って窯の中でどういう風に変化していくかがわからないっていう、できてからのお楽しみみたいなところがあるところが備前焼の特徴だと思うんですけれども、窯変の特徴によって同じものがないんですね。で、そこもやっぱり魅力だったり特徴の一つかなって思います。今日はここまでです。ありがとうございました。